信ね。これか。おはようございます。小木曽です。また設定がぶっ飛んでますので、不具合等々ありますかもしれませんが、ちょっとお許しください。すみません。祝日ということもあって、ライブ配信をやろうかななんて思ったりそんなんばっかりです。石垣から帰ってきたのにすみません。無予告もしておりません。ちょっと人物画を描こうかなと思います。ウッド双葉さんからですね、送ってきていただいてたんですけど、ちょっとなかなか描く時間が少のうて申し訳ない謝罪でございます。で、今日はこのファンキーなおっさんを、おっちゃんを、お兄さんを描いていこうかなと思っております。だいぶタイムラグがありそうやな、今日な。ちょっとなんかいろいろまた設定がちょっとまた飛びまして、はい。申し訳ないです。ちょっと初心者の人にも向けてちょっとやっていこうと思いますけども、形ねとも取るの自信ないと、くるくるホイールさんも松岡さんよかった。ちょっと設定変わってるので BGM の音がちょっと BGM の過去使ってたやつが見当たらなくなったので新しいのにしています。音が大きかったり、スマイリーひろみさんもありがとうございました。人物大好きです。ゆずみかさんもこんにちは。もしちょっと BGM とかの設定が、大きかったりなんかやったら言うてください。小さかったり大きかったりで、もう初心者の人で形もめっちゃ自信なかったらこないでいいですよと僕は思ってます。私個人は思っております。私個人。あと西房先生のあれありがとうございました。多くの皆さんがご協力いただいて、先生自身もものすごい喜んでおりました。まだまだで QR コードね、いっちゃ端にどこやじゃあこっちか、向こうのいっちゃ端のところ写真こうね、ピア ABC さんも久しぶりですね。めっちゃお久しぶり。ティッシュ取りに行きます。ピア ABC さんめっちゃお久しぶりですね。ほんとね。昨日のアクリル人物見ましたと。ね、今日すみません、透明水彩にまた行きます。ね、なかなかうまいこと言ったんですけど、もうあれね、1ヶ月以上前に書いたやつやから、もう若干書き方忘れてますもんね。僕の悪いとこです。いや、本当ありがとうございました、西房先生ね。もうちょっと僕もインスタグラムで見てびっくりして。で、後でもまたちょっともうちょっと人が集まってからお話またしますけども、ちょっとびっくりしてですね、あんな状況やったんやっていうので、ものすごい先生、ものすごいわからん。そこまでめっちゃ喋ったわけじゃないからね。うるさ今日はいやさあ地獄の3日間が始まります。久うさぎさんもこんにちは。すみません。で、今、パステルですね。パステルで、それをこう上を止めると。めっちゃ喧嘩してる。上1箇所2箇所で、止めてください。でこれ A4 サイズなんですけど、これはね今日のキャミは何やろね1000本超えてて追いつきません。ファブリアーノです。中目です。そうそう、もうね、もう趣味です。伊藤千恵さんもこんにちは。うるさい男たちはもう今日もうるさいですよ。もう考えられないぐらいうるさいです。朝から妻は銀紙でカマキリを作ってました。午後はちょっと解放したらなあかんから私が面倒見ようと思ってますが、でこれは、ウッド双葉さんですね。メンバーの方のウッド双葉さんがね、正月ぐらいに送ってきてくださってたのをですね、書きたいなとは思ってたけど、なかなか忙しいってですね、いろいろね、私のせいなんですけど、自己管理ができていないというねことです。ピア ABC さんもね、すごい久しぶりですね。もう3年前ぐらいに1回こうスパチャ選手権みたいなのやってみて、誰が一番やってくれたんやっていうのでやったらだいぶ上位に来てはった方ですもんね。よう覚えてるでしょ。ご本人にお会いしたことあるのかな。だから本当に私が YouTube を始めた頃の
もう今ではもう趣味兼仕事、もうでもやっぱ仕事と思うと連なるからあんま仕事と思わんようにしながらですね、やっぱ楽しく、いつでも楽しくやっております。石垣島もめちゃくちゃ楽しかったですよ。もうほんとめっちゃ暖かかったですよ。ちょっとやっぱ暖かさが恋しくなりましたね。今日は寒いです。皆さんの地域はどうですか？なんか雪が降るみたいな予報がちょっと出ていたり、今私もちょっと音声大丈夫ですかねまたすごそうなの作ってますよ。大丈夫ですかね？ BGM とかうるさくないですか？ちょっと今日はボサノバ調に前使ってた音源がどうしても見つからず、今日ボサノバ調のなんかをお借りしました。これなんかのあれやろね、ヘルメットやろね。すっげえ頭がなんかでかくてびっくりしたんですけど、一番初めからやってます。こんな風にして僕はもう形、もうこの、顔とかに関してとかは例えば、転写してあげたりとかします。転写なんかけしからんと怒られるかもしれませんけどね、写真見ながら描くんやったらそんな違いはないんじゃないかなという風に思ったりします。で、転写の時にですね、僕はカーボン紙っていうのをやめた方がええかなと、最近鬼高評会で見ていたら、カーボン紙でやって、その線がなかなか消えんかったっていうので、多分、その濃さもあると思うし、カーボンの染料系なんちゃうかなと僕は呼んでますけどね。すみません。突然また始めております。よいしょ。なんかね、お寺の住職さん、なんか昔確かに聞いたことあったような気がしたんですけどね、まさか18代目のっていう、いや本当にもう18代目って考えると、佐賀だと焼き物の今右衛門先生、柿右衛門先生が14代とか15代なんですよ。で、あれが江戸時代の今右衛門釜とか今右衛門先生とか、あれであれだから、今右衛門釜が14代やけど、今右衛門先生のね14代ですね。細かい情報が、歴史1610年代に日本で初めて、磁器が有田で焼かれましたということでね、1610年やからということですね。あら、ピア ABC さんすみません。一昨年から水墨画に来ましたが、反動で昨年から水彩描いてます。水墨画やってはったんや。そうですか。いや、もうありがとうございます。スパチャ、もうすみません。来週は1回飲み会が、でもあれか、来週は飲み会があるな。確定ではないですけど、7月の末ぐらいに、もしかして熊本の方で、ちょっとワークショップ的なことをやる可能性が、昨日打ち合わせをしていたんですけど、だいぶ高まりました。またね、追ってね、そういう連絡もさせてもらいます。うわー、嬉しいね。ごめんなさい、スパチャをなんかあれしたような。もう皆さんできたらね、そうですよね、西房先生のあれ、なんか見返りない5000円のコースとか、あれ後で追加できへんのかな、クラウドファンディングのね。稲葉さんもおはようございます。あれできたらね、もっとええのになと思うんですけどね。途中でちょっとこう設定を変えたりできないんかな。そういうのもなんか今度またお話ちょっと聞いてみようかな。なんかね、絵描きのお子さんコメントありがとうございました。先ほどちょろっと読みました。人物勉強になりますみたいなね。絵描きのお子さんようなってましたね、この間のワンコロチーね。人物はもっと難しいですよ。ちょっと僕も近々また動物もね、このライブ配信ででも動画にするか分かりませんけど、動画かなんかでもちょっと作れたらなとは思ってます。鳥かヤギか悩んでますヤギはね、ちょっとよかったら石垣島のライブ配信で見てもらったらなんとなく分かるかと思います。仙人みたいな、こんなヒゲじゃないんですよ。ここまでヒゲがあったんですよ。ここまでヒゲがあったんですよ。ここまでで、眉毛がこうね、村山富一さんみたいな感
感じでですね、元首相のですね、こんな感じだったです。石垣島のヤギそばっていうのを食べたんですよ。ヤギの肉がゴロゴロ入ってるですね。まあ若干もちろん臭みはあったんですけど、僕次の日も食べたなって行ったら土曜日定休日でしたあっと思ってショックで、なんかおしゃれなカフェに一人で結局ランチを入りました。残念ながら。よいしょ。ということでございまして、こんな感じでっていうとね、輪郭をこう、背景とかはちょっと今日もちょっと軽く省略させてください。ありがとうございました。お送りいただいて、これなんやろね、メットのこの辺がこうピューっとなってビューっとなってると。でもうね、もう一発でもうある程度一発この辺までこう一発である程度下地をこう塗ります。ズドーンとね、一発で。ゴリオンマさん、MM さんこんにちは、よろしくお願いします。さとこさんもこんにちは。横浜 M さんも今なんか LINE してましたね、皆さんでねごめんなさい、ちゃんとごめんなさいね。もう適当にね、しのぶさんも適当にね、皆さんね、またギリギリになってみんなで話し合いませんかね、なんかね白馬の方がすごいこう10人ぐらいになったかな。もうこれぐらいが限界値かなと僕も思ってるんですけど、よいしょ、この辺ね、ちゃっとで、たまにこう確認してください。僕はなんか2箇所3箇所止めること多いですけど、ポロッと取れてしまったら最悪なんで、2箇所3箇所止めてこういう風にこうチェックしますという感じです。横浜 M さんもありがとうございました。もう皆さん本当にクラウドファンディングの方本当ありがとうございました。こんな感じでどうだろうかいと、どうだろうかい、ちらっ下書きの際見えてますよね。よくこう見えへんぞって怒られるんですけどおじさん老眼やから必死で見てますけど見えてますよね。先日のメガネの女性のにもあれもね良かったですよね。なんかね、ありがとうございました。アクリルでね、人物描くこう土台みたいなものをしっかりとこうつけて、いけたらなというふうに思っております。すみません、今日はもう突然のライブ配信でございまして、もうね、でこちらやっていこうと思います。もうね、ある程度一気にいきますね。もうこの辺までね、ビューっとね。でちょっと濃すぎるなと思ったら練り消しとかで、ごめんなさいね、準備全然してないので、旅に行ってその後油絵ずっと描いてたんで練り消しがない。最悪。旅から帰ってきて片付けもせずポイとほったらかしにするという練り消しどこ行った。練り消しがあれへんぞ。練り消しがないぞ。子供のね、おもちゃになること多々ありますよね。なんかこの間練り消しを買ったんですけど、1個だけなんかちょっと高いの買ってみたんですけど、これ使い勝手ええんかな。コージェーヌさんもこんにちは。石垣から西表、八重山諸島は30の時仲間とキャンプ初めて、見る美しい空、何これ、空海花滝っていうの、そういうのあるんや。今度またゆっくりね観光気分じゃないからね、どうしてもね、僕のなんかテーマじゃないけど、ああいうの行くとちょっと地元の人とやっぱ触れてなんかしたいというのが結構強くって、なんかもちろんね、こうやっぱ現場であと書きたいとなるとあんまり移動できないですよね。なんかそういうのがあります。ちょっとね、なんか高い練り消しを買った記憶があったのを思い出しました。夏様ありがとうございました。もう皆さんね、なんかあれをしていただいて、なんかなかなか確かに俺浪人時代ちょっと練り消し高いの使ってた記憶もうここ10年ぐらいは安いのしか使ってないけど、で少しこう消しておいたり、ここにね少しこうなんやろね、パステルの粉が残ってたりします。だから僕は軽く1回は透明水彩の場合とかはやってあげた方がいいかなと。透明水彩の場合ね、アクリルの場合はここなぞってやってました、この間ね。昨日上げた動画とかも
よいしょ。だいぶ増えてきたね。ありがとうございます。よいしょ。水を今日ごめんなさい、もう本当にそう考えたらふと僕思ったんですけど、もしかしてクラウドファンディングって知らない人もいるかもしれないなと思って、これは僕のミスやったなと。動画の中でクラウドファンディングのことをあんまり真面目にちゃんと説明していませんでしたけど、これね、先生の URL でございます。これをとりあえず例えばですね、こうスマホのキャメラ機能ありますよね。キャメラ機能ね、キャメラ機能。ちょっとこれ仕事の LINE のあれがついてるなキャメラ機能ありますけど、これをねこうかざすと黄色いこうあれになんか出てくるんですよ、画面のとこにね。もう一回やってみようか。これをこのまま持っていけるか。いかへんか。これペッ、いかんかったそうするとこう黄色いなんかが出てくるんです。だいたい今のやつ QR コードを読み取ろうとすると、そこに飛ぶとこの画面に行きます。でこういう風なこうね、で皆さんがこう、ご支援いただいたこととかが書いてあったりとか、コメントね、青木曽先生の見て、知りましたとか、ひなさんもちえちゃんもありがとうございました。こうね、でこうで1万円と3万円のコースがございますよということで、プロジェクト支援に進むというのを押してもらったら、1万円のコースはポストカードが3枚、5枚か、で3万円のコースは直筆ので、僕はこれで先生こんな書けますかっていうことで僕には送らんでいいですよって言ったんですけど、動画の中ではね。で3万円のコースはと。で今159万、すごいですね。150だから僕こう宣伝した後プラス50万ぐらいになってるんで、ありがとうございました。でこういう風にもう何かのこう支援、とかの時にちょこちょこ使われたりします。こういう風にね。でその際にですね、最近で有名になったやつが何やったっけ、科博ですよね。皆さん知ってます？科学博物館、科博クラファンで確か出てきたはず。科博クラファン、科学博物館を救え、これがえげつなかったんですよ。これ PDF かなんか出てたんですけど、これかな、ちょっとスマホの画面で小さくて申し訳ない。クラウドファンディング成果についてのご報告ということで、なんと9億集まったすげえなと思って、見てください。これちょっとね小さくて見えないですけど、申し訳ないですけど、これね、もういきなりズバーッと4億ぐらいまでいって、たった1日か2日ぐらいで5億ぐらい集まった。返礼品もなんかバックヤードツアーとか、なんか図鑑とかね、国立のところでさえ資金難にあえでるということが露呈されたんですけど、こういうことがあって、皆さん本当ありがとうございました。露呈されたなっていうのと、それをなんかピンチをチャンスに変える科学のたくましさみたいなのも見えてきたなというふうに思って、で西房先生もそれ友人かなんかからやってみたらっていうことを言われたらしくって、でもね大変だよ。僕もホームページ作ったりして分かってんねんけど、もう大変なの。何が大変ってね、例えばクレジットカードとかを使えるようにするために結構審査とか結構大変だよ。ペイペイとかそういうのもくっついてきたりするともっと大変っていうのはお一人でされたいなと思うとね、もうなんか近くにその実際に震災であれも起きてる中、一つ見てたらやっぱり輪島塗の方がやってらっしゃるのが6000万ぐらい集まってましたもんね。だから早ければ早いほどやっぱりその皆さんが震災に対するニュースとかに関心が高いうちとかの方がやっぱり集まりやすかったりしますもんね。だからよかったらですね、本当に1万円でももう皆さんの本当にお気持ちでお寺の復興ができればというふうに思います。ということで、それがクラウドファンディングという今あるあれ
でございます。いろんなのがありますもんね。ということですみません、勝手に宣伝させてもらってここにね、もうあれすごい額でしたよね、価格のやつね。もうすぐニュースになって、ニュースになったらまた一気に行きますもんね。もうすげえな。YouTube 生配信全く見たことありませんちょっとごめんなさい、今西尾先生にもうちょっとね、今ちょっとやってる最中なのをちょっと URL をあれして、ごめんなさいね、ちょっとお時間ください。なんとかこれを西房先生に LINE を知ってれば、ね、LINE を知ってればビヨン入ってきたら面白いですよね。チェックしました。能登は他の伝統、ね、美術や酒蔵さんもねたくさんあって、あれですね。じゃあちょっと行きますね、ベラベラ喋っててもすみません、ありがとうございました。宣伝を込みで今日は少しさせていただきました。申し訳ございません。ちょっとね、ちょっとしつこく何回かやると思います。僕は結構しつこいので、こういう時はね、ピュー、ある程度コントラストが強いところとかですねに一番初めに僕はこうだいたい置きながら、水も結構たっぷりめに置いてます。たっぷりめに、よいしょ、たっぷりめにで、もうここ一面この場合はこうね全部影ですね。ビューっとこう影になって、ヒゲなんかもこうで、水がこう乾かんうちにやれる仕事というのはありますから、水の位置が遠いな。 BGM とか大丈夫ですかね、皆さん。すみませんね。今ちょっとバーンと線だけをまず単色でいってます。よいしょ。もうこちら全部ですね、ビューっと。よいしょ。でちょっと青とかを入れてみてね。鼻のとこ失敗したねピュッピュッ、まだまだ濃く、よいしょ。一番コントラスト強いところみたいなのダンってこうぶつけるようなイメージでね。よいしょ。チェアさんもケンモンクフィッシュさん、ありがとうございます。この出だしは結構ね命ですからねもう透明水彩に関しては僕出だしある程度勝負やと思ってますんでね。でも西房先生のなんか水彩とかめちゃくちゃなんか上手でね、もうほんとスケッチのペンとかどんなペン使ってんやろね。僕が聞きたいは最近そういう美術談義をあんまり絵描きさんとしていないから、どんな使ってるんですかって僕もうまっすぐ聞いてしまうんでね、デリカシーというのがないので、予備校の先生してた時のあだ名がデリーって呼ばれてましたからね。ありがとうございます。かっこいいでしょ。デリカシーがないからデリーと呼ばれてましたけどデリーなんかね、昔横浜と西部で活躍したデニートモリみたいでしょ。伊藤千恵さんだけが今笑ってるのが絵に浮かびましたこのちょっとなんかね八重歯的な感じが可愛らしいですね。もっとでかい筆欲しい。埼玉りさんもありがとうございます。もう皆さんのね、やっぱああいうのは本当になんかね、震災起こってすぐぐらいになったらやっぱりね集まりやすいでしょうね、普通に考えたらね。関心度というと言葉悪いですけども、皆様が注目、筆どっかいつも使ってるあれがどっか行ってしまった、関心度というとあれですけどね。よいしょよいしょ。なんか本当に一点のあれなんですね、内閣総理大臣賞取られた。すごいですよね。一番最近2023年のに取られたということなんで、と思ってですね。ねえ。日展の方、古府会の方もなんかね、意外とやっぱり
なんか実際になんかこう被害を受けられた方とかって自分自身で発信できる人ってなかなか難しいですよね。そういうもう多分わからないです。僕そうなったことないからね。やっぱりこうそれどころじゃないというか、もう本当に生きるか死ぬかのねあれを家ももう本当になんか倒れてまうかもしらんというような状況の中ですからね。よいしょ。もうそういうこう皆さんの気持ちがちょっとでもこう伝わっていけば、少しでもね明日生きる気持ちになってくれればですねと思いました。よいしょ。西尾先生もなんかも結構海外のツアー、僕がやってた会社と一緒にやったんですけど、もう先生は人気あるからすぐ埋まると僕のは全然埋まらんとだから僕の旅はポシャったんですよ。でも今回はもう事前にこうね少しですねメンバーの方には宣伝させてもろって、あのぐらい集まったら最高できそうやと。もちろんね後でこう体調悪くなったりご家庭の事情とかで意見っていう風になることはもう全然あっていいんですけど、僕自身があれ安心します。よいしょよいしょよいしょ。こっちの名もねほぼ消えてしまったですね。今日ファブリアーノを使ってます。これぐらい大きくねえ。ハモリさんもこんにちは。ひろみ宮原さんもこんにちは。先生の人物が影に青紫が印象にあります。ちょっと最近ね紫減らしてるんですよ。なんかやりすぎてたかなとはいちょっと減らし気味にいってます。よいしょ。まあ青系はまだ相変わらず使えますけどね。ピア ABC で呼び方いいんですか僕なんかこれたまにこれでほんま合ってんのかなっていうのが何人かいますもんね。K モンクフィッシュさんもあれでいいのかなと僕は思いながら、よいしょ。すごくこう、1、2ぐらいの気持ちで、本当に初めの段階というのはやります。もし質問あったらしてください忘れてた。足もたごめんなさい。チャットで難しいよね。この開業って矢印かな。違うか。もうごめんなさいね。メッセージを固定。札幌は1日50センチぐらいの雪。雪降っとんねや。いやーなんかこっちもなんか怪しいですよ。いやーこっちも怪しい。ナツさんの新潟とかもどうですかね。新潟とかも降ってはるんじゃないですか。どうないでっかね。この間旅してて途中で外国人で車めっちゃ遅い人いたって言ってたんですけど、あの方お友達と絶対盛り上がってんやろうなと思ったら、やっぱりこう盛り上がってたみたいなんですけど、最後のね夕日のところで声かけてきはったんですよ。で島根のじゃなくて富山、ごめんなさい、富山の、結構長いこと住んでますって言ってたから、僕のライブ配信見ないことを祈ってるんですけどでなんかロシアの方って言ってと思ってね、あんまりちょっとなんかやっぱり申し訳ないなっていう感じの雰囲気を出してましたね。なんかそんなね方自身は全然悪くないので、別にそんな僕は気持ちはないのであれでしたけどね富山も行きたいですよね。メガネ欲しいんですよね。鯖江ですよね。でちょっとこう乾いてきたなっていうのを見計らって、ちょっと赤をね入れれたらなと思います。
まあ冷気系かな。クリムソンちょっと見えてないかな。こっちもちょっとこっちはせようかな。で少しこう赤とかを入れて、ちょっと鼻のとこね入ってしもたんですけどね、ちょっと赤とかを少しこう乾いてきたなと思ったタイミングを見計らって少しこう入れてあげたり、少し、鼻のてっぺんやったりなんやったりね、赤みを感じるようなところね、唇とかね、こういったところにこう少し入れてあげたりとかして、ここの稜線とかのとことかに、ちょっと入れてあったりとかして、少しこう乾いてきたタイミングを見計らうことですね。これね、こっちのもう目完全に消えてもうたね。どこやったっけもう全然消えてしまいましたね。よいしょ。少しこう乾いてきたなとかっていうところに、つけたりとかしながら進めてます。すみません、もう、今日突然始めて、もう何としてもね、もう西房先生の僕ができる範囲のことで、なんか僕のイメージで1993年4年5年僕が学生時代95年とかかな、なんか初め生物画のイメージだったですもんね。ですっごいかっこいい生物描いてやるなと思ってて、今からもうだからだいぶ前から絵は見ていて、で初めてお会いしたのは多分2008年とか9年とかで、ちょろっと動画の中で話したら西堂画廊の個展って言うてはったから来てくださったんやろね、僕の個展に。それか僕が先生の個展に行ったかなんかやったかな。会は違えどね、その所属してる会とか違えど、なんか足を運びはる、方なんやろなっていうのをその時すごいこう印象に残ってましたもんね。双葉さん書いてます。すみません、遅くなりましたちょっとね、日本では震災やらなんやらが起きてしまったんで、だいぶ遅くなってごめんなさいね。いつかね、この方は必ず、あとね、もう一人こうちょっとこう白人の女性の方の写真がちょっと遠くてあれ難しいかなと思ってますけど、もう一方の方はいつかやりますので、双葉さんすみません、そうなりまして。これぐらいで一旦こう、乾かしてあげてもええかなというふうに思います。にじみをこう見ながら、様子を見ながらですね、まだ描ける範囲で描いていきながら、こうにじみとかも、少しこう紙に対して、まだいけると思ったらガンガンいって、質問です。木のアクリルでは今日のような水彩で大好きな影の青、紫が少なかったのはなぜでしょうか。いや全然最近ちょっと控えめにしてるというかもともとなんかこう、あんま水彩とか僕アクリルとかで別にこうやってたわけじゃないので、なんか油絵的な思考がすごい強かったんですよね。だからかなり違う色を置きながらこう重層構造を作っていこうというふうに、YouTube 始めた頃っていうのは思ってやってたんですよ。そっちの方がなんかこう明確にこうなんかこういうふうに構造っていうのはあるんですよっていうのを伝えやすいかなと思って。でも最近若干それがちょっと遠回しすぎんのかなっていうふうに思うようになってきて、昨日上げた動画なんかに関しても、ちょっとですね、少しこう控えめに、していって、もうなんか完成に近いような、感じを早い段階から使うイメージしてやるようになっていっているというのが本音でございます。それだけです。3年もねやってるとね書き方変わるんですよ。僕そんなもんやと思ってるんですよ開き直っただからよくこう本とかを書いてたりするんですけど、よくこう昔の本にこう書いてあったですよねって、もう正直覚えてないんですよ。その時はそれが今の自分にとって
ベストかなと思ってやってるんです。だからおじさんは全然的外れじゃないですよ。最近はもっとこう直接的な色に近いのを置いていった方がやっぱ楽やしね。はい、すみません、そんな感じでございます。そうそう、もう変遷しまくり、もうそんなもん。勝手に公募展開かれるんですか？あ、ごめんなさい、チェアさん、ケイモンクフィッシュさん、やりますやります動画あれです、3月のやりますよ。全然あそこで言うたる以上やりますよ。動画撮ってたんですけど編集めんどくさくてたった2分の動画やけど動画撮ったんですけど編集がめんどくさくてできてません。3分か。勝手に公募展というのをやっております。さんで勝手に私が審査して勝手に皆さんの手あだこだという企画でございます。第9回に次になりますけども、次は自画像ということで皆様から募集をいたしますので、ぜひぜひ、ふるってご参加どうでしょうか。何でもいいんですか？はい、編集をしていませんごめんなさいね。はい、申し訳ございません。ということでちょっと乾かそうかなと思います。ドライヤーで。ごめんなさいね。やります。申し訳ございません。申し訳。BGM の大きさとか大丈夫ですかね。申し訳ない。BGM マイク、これ一旦切ります。すいません。乾かしてました。すみません。勝手に公募展の、前回のやつね、年末2023年の、最後のやつの、勝手に公募展、第8回の勝手に公募展の、冒頭の方でなんかやって言ってますね。もうでまた動画これ作ろうと思ってるんですけどやっぱね、興味ないことはごめんなさい、興味ないっていうのは勝手に公募展は興味あるんですよ。動画作るのがめんどくさいというでこういうの頼めばいいんですけど、もうこんな3分の動画頼むのも申し訳ないなと思ってしまうっていうね。やっぱ人をうまく使える人がやっぱりね、ドライヤーで乾燥機を消します。忘れてました。水彩スケッチ入門も2008年刊行で古いですがおすすめですとですってやだないや、あの時は水彩全然自信ないですもん。もうやっぱ芸大の先輩と確か一緒にやってるんですけど、もう上手やからね。あの時誰やったかな、勝香さんとかやったかな。もううまいな思ってたもん。僕は学部の3年生ぐらいでその方々大学院生とか4年生とかなんかそんな感じでね、うまいなと思って見てたんですよ。もう嫌になってました。もう全然自分描けへんなと。
なんでこんな鮮やかにこうあれできんのかな。だから薄くなんか描いてるだけなんですよ。ただ今はなんか土台とかドーンとこうやって作れるようになってるんですよ。でもそんなもんですよ。皆さんね、おじさんだってこうね、偉そうに言うてますけどね、全然偉くもなんもないしね、皆さんと同じでほんの少しずつ成長していけばいいなと。交代するかもしれないし、ね、ただ継続するしかそんな手はないんです。いや恥ずかしいこと言いやったな。ロン毛でした。そう。もう髪切んのもね、僕確かね、2008年やからもうあれか何歳ぐらいまで美容室って東京に行ってないんですよね。ほとんど切ってもらってたんですよ、人に。お金もないしっていうのと、もう多分まだその頃そうちゃうかな。で2008年はでもこっち来てたか。それはちゃうな。僕が言ってるのもっと古いやつかもしれないね。それもうこっち来てたね。2008年やったらそうか、ごめんなさい。それでも16年前ですもんね。パーマが伸びたんじゃないですか。覚えてないわ。もう何のことか全く覚えてない。薄く塗ってってます。薄くね。でなるべくこう鮮やかな色をそのままに赤とかちょっと黄色っぽいなと思ったら黄色を足したりとかして、でハイライトのね、鼻のここのハイライトって結構いつもだいたいテカって光るんで、ここのところね、こういうのは結構塗り残したりします。そうか、2008年とか2008年なんかあったね、そんな時代がね。よいしょ。その頃一回入院してますもんね。なんか何やったっけな、大腸憩室炎とか言って大腸に穴開いたんですよね。最悪ですよね。でもなんかあの時もうなんかお腹痛いなと思って、で2008年頃やったと思うんですけど、お腹痛いな、もう調子悪いなと思って、で内科にまず行ったら風邪だねって言われて、すげえ軽く、いやなんか僕風邪ぐらいではそんな病院来ないですけどねって言って、行ってえなと思って、でなんかその日も一応仕事して腹抱えながら行ったとか言いながら、で次の日もさすがにこれまた無理やなと思って別の内科に行ったんですよね。そしたらいや多分ね、もう君これ入院やよって、何か分からんけどね、 MRI 取らなあかんけど入院やよって言われて、なんすかっつって、で大きい病院こう紹介されてね、そこタクシーかなんかで行って、入院だね多分これって言われて行ってすぐ車椅子乗せられたんですもんね。痛いっていう状態で1日働いたんですもんね。でいや風邪なんかじゃないよと言われて大腸憩室炎っていうのをやったですね。でどれぐらいにで治るかちょっと分からんけど原因はで当時なんかストレスって言われました。ストレスですか。それがなんか人生での初めてで最初で最後の入院でしたね。それが2008年、その頃やと思いますよ、ね。今ストレスがないからね。前田さんもこんにちは。これね、ナムラのラフィーニ OW10 って書いてます。いつもはなんか4っていうの使ってるんですけど、ちょっと今見当たらないので、これはねなんかちょっと先端細なってるやつですよ。なんかちょっと売れてるらしいっていうのね、なんか名村さんのあれで、ツイッターでなぜ売れてるんだろうっていうことで言われてて、たらコメントで小木曽ってやつがYouTube で宣伝してたからじゃないですかってこうねコメントくださってて、僕もそこに乗っかってこの動画で紹介させてもらいましたつって言ってですね、こんな感じでちょっと明るいところとかヒゲとかを塗り残してこうできそうでしょ。皆さん楽勝そうでしょ。どうですか。ピアさんありがとうございます。ごめんなさいお名前個人情報はちょっと出さないでもらえると今回はすいませんすいません。よいしょ。失
質問ですと、今回の鬼好評で鉛筆を光らせないという、ご指摘をいただいたんですが、鉛筆を光らせるとは具体的にどういうこと？光らせないというようなにと、鉛筆ってね、筆圧を強めると光るんですよ。で、鉛筆の筆圧を弱めると光らないんですよ。うわ、どうやったらいいんかな。で、特に HB 系ぐらいの鉛筆とかってすごくこう光るときと 2H とかなるともうかなり光る方が多くなります。多くなるけど、筆圧を弱めると光らないんですよ。難しいでしょ。今ちょっと鉛筆がないので、筆圧をその光らせないように書いてたが綺麗は綺麗です。ちょっとどんな好評やったか、もうあれも朝方ボワーっとした状態でやってたから、どんな内容やったかちょっと忘れてしまって申し訳ないですけど、で僕個人的にはなんかうまいこと光らせるとか光らせとかっていうのまで調整しながらできると、よりも皆さんね、ちょっと目どこや、全然わからん、ここの目どこや、かなっていうふうに思って多分なんかコメントしたんかもしれないですよね。鉛筆はね、結構ね、光る光らないってあって、光らせないようによいしょ、かけるとよりいいですよ。このぐらいかな、一応ね。同じ筆持ってます、使いやすいですだそうです。そうね、お忙しいのに拙い写真、いえいえ、なかなかね、こう写真だけは難しいですもんね。これもやっぱ僕からするとやっぱちょっと甘いっちゃ甘いんですよね。そんな細かいこと言うなよってね、送ってくれって言うてるくせにね、もう申し訳ないです。よいしょ。なかなかね、こう光の、スマホかなんかで撮られてるんですかね。でその送るときにまた画像がだいたい軽くなるんですよね。だからすごい難しいんですよね。よいしょ。これちなみにこれウッドフタブさん、これなんかバイクかなんかのヘルメットですか、これ。でしょうね、多分ね。すげえですよね。すげえワイルドな。これは誰ですか？お友達ですか？日本にいたらね、なんか本当レスラー、プロレスラーみたいな感じですよね。でっかいよな。作りが違いますよね、なんかね、人のね。筆もね、使いやすい、使いにくい、もういろいろありますもんね。もうなんかこのラフィーニさんのはちょっと高いけど、僕はなんか長いこと使えてんなと思うんで、やっぱりこうちょっと細い筆とかにしても水彩では使いやすいんちゃうかなとは思います。別にこうなんかね、お金もらってるわけじゃないですよ。でも実際こう使っているから、なんかよくね、この化粧水を使ってあれなんでこんな綺麗になりましたとかっていうのはなんかね、ほんまけとか思う方あるじゃないですか。ステルスマーケット的なね。僕はこれ実際にはもうこの場で使って見せてるわけやから、ステルスマーケット的なことではなく、実際にでその時本当にね、田舎まで営業に来た方にね、なんか営業に来てこう宣伝されてたから、僕も一本じゃ買うてみようと思って、確かその時 2,3 本まだ水彩とかそんなね、シャシャシャっとしかやってなくて、その辺に落ちてた筆かなんか掃除してた時に学生が落とした筆かなんかを使って、初めの方の動画そればっか使ってますもんね。星雲堂かなんかっていうところの画像ばっか使ってますもんね。ギュッとね、明るい色をこう少し置いたり、ここにギュッとこう少しこう引き締めるような色を置くことによってまた印象変わりましたよね。
よいしょ。ピッピッピッ。いやー、今日は曇ってるな。山の方は雨降っとんな。雨降ってるこの連休のきついことね。子育てをねされた方とかはね、特にこの2月とか3月とかきついですよね。もうどないしたらいいですか。もう子供は体力あり余っとるしね。皆さんどうされてるんですかね。巨大なもうめちゃくちゃでかいなんかテント、僕テント屋の社長知り合いやな。どっかにこうなんか作ってくれんかな。公園のもう巨大テントで、そこの下になんかね遊具があって、今度言ってみようかな。よいしょ。手元に先生の映画ねと YouTube の動画があれば、本の解説以上に勉強 そらそうですよね。それに本もあればもうよりいいですよというね。なんか本がねやっぱどうしてもね出版物がなかなかこう売れにくい時代になってしまったのもなんか申し訳ない気持ちで、僕も長いこといろいろさせてもらってきたんでね思ってますけど、どうでっか。ヘルメットねズボンとなってますよね。よいしょよいしょ。いいね楽しい。本当になんかこんなんやってたらもうね楽しいって思ってるんですよ。ちょっとメールをね見ながらね西房先生にねメールしたりしてるんですけどね、お忙しいのかな、残念やな。みちみさん完全に油断してました。甘いなみちみさん、全然甘いね。まだまだよね。洋服とかの固有色をねビューっとこう置いてみて、ですねこの3日間はちょっとやろうかなと思ってます。できんかったらごめんなさいね。3日間はやれたらなと。何やったらいいですか。何見たいかちょっと今考えましょうか。ちょっと乾かしてるうちにこうアンケート取りますね。ごめんなさいね。ちょっともうちょっとこの洋服まで行ったら乾かしますので、なんかこういうね、何がええかな。これをやろうかなと思ってるアイデアはもちろん、結構あるんですよ。ちょっとそれを頭の中でもう一回整理し直してアンケート取ろうね。せっかくやったらね。よいしょ。うちのちび書いてないですね最近ね。最近それもありやね。黒人って言っていいんですか。差別用語になるんですか。誰か分かれば。黒人と言っていいのかな。ちょっとごめんなさい分からないですけど、ウッド双葉さんからね、女性で黒人の方の写真も送られてきたから、それもありかなと。よいしょ。ごめんなさいね、差別用語やったら申し訳ないけど。でその悪気はないんですけど、学がないもので、そのようです。そうなんですか。なんて呼べばいいんかな。なんて呼べばいい。写真をね載せれたらいいです。笑顔のベリースマイリー、可愛らしい。これなんて呼べばいいんですかね。あの方ね、ものすごい笑顔のニカーって笑った女性の方、あの方も描きたいなと思うんですけど、なんてこう写真載せれないんで、言葉で言うなら
なんて言えばいいですか、素晴らしい笑顔の外国の女性ぐらいにしといたらいいかな。よいしょ。じゃあなかなかねこうパッとイメージが湧かないんでねあれですけどね。よいしょ。で少し2層目という形で、描きました。もうめちゃくちゃ笑顔素敵なね。僕もこんな YouTube やってなかったらあんなダイナミックスマイル、こんなベリースマイリーなもうとか書くと思ってなかったですもんね。でも書いたら書いたでやっぱおもろいしね、なんかね毛嫌いしてやらんかっただけでね、別にこう作品としてっていうんじゃなく皆さんにね勉強のために見せるっていうためだけで、こんな喜んでもらえるやったら全然ええわと思って今書いたりしてますけどね。ちょっと2層目の感想をしたいと思います。ちょっとアンケートを今から作りますので、よかったらご参加いただければと思います。ということで、アンケートよかったら、皆さんお暇なら、お暇じゃないと思いますが、見るのに必死のパッチかもしれませんが、よかったらドライヤーで乾燥をいたしました。少し最後というか、最後、書き込みとかまでね、お見せしていきますけども、どれぐらいだったかな。アフリカンアメリカンです。すみませんね。佐々木さん、みのみさんもこんにちは。顔に火花が飛ばないようにするやつですか、双葉さん。ああ、そういうことか。あれでね、ポリネシアンやコロンビアン方とかアフリカンアメリカンというのも気が引けるので、そうなんですね。溶接のあれですね。なんかね、こう
言葉だけで皆さんにねこう問いかけるときにこう別に何にもこうあれないんですけどね。中南米はヒスパニックね。それはいいね。何でもいいんですけどね。もう日本人はもう完全にあれでしょ、アジア人でしょ。別にチャイニーズとも言われるしね、コリアンとかも言われるしね、別にねあれですけどなんか言葉だけでこんな感じの人を書こうかなと思いますという時はなんかすっげえ難しいなと今思いましたね。ごめんなさいね、別に差別的な意味は全くないんですけど、ちょっとこう言葉だけで皆さんにこうねあれする時はやっぱこう言葉だけやと語彙力みたいなのすごい必要やな思いましたよね。なんかね、よいしょ、すっごいこう思いますね。もう本当いいですね。ベリースマート。さあどんな納豆かな。アンケートの見方がわからんな私自身の見方がわからんな。これなんか米印、これ押せばいいのかな。皆さんねクリックしていただいてね、クリック、これ見えるな。よしよしね、細かい線から平筆までこの筆ですねいやもう本当にもっと大きい筆欲しかったんですけどね。まあね、結構かけちゃうとかけますもんね。ここまで影に入れとけばよかったなって今少し後悔してます。ここがねなんか2層ぐらいでかけてたらもっとよかったなと思って今思いながらピッピーよいしょ。ポッ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 。なんだろう。ピアノを弾く少女にね。初めてチャットしてみました。一回東京個展でお会いした埼玉市大宮よりですか。ありがとうございます。全然もう遠慮なくね、皆さんね、もうコメントくださいね。そういうのが僕にとっておもろいので、遠慮なく皆さん初めてっていう方とかね、この間なんかね、試験受かりましたっていう方いたんですよ。すごいですよ。何やったっけ、行動力早尾くんやったっけ、違った、何やったっけ名前忘れた行動力早尾くんじゃなくて何やったっけね、すごいなちょっと原付の免許受かった、一発で受かった、ちょっとすげえなちょっと行動力早尾くんやったっけな、何やったっけな、忘れた。これ LED のライトかな、違うな、なんだここにあるね。溶接的な仕事されてはんのかな。面白いですね。なんかいろんなねあれがあってね、ぴゃぴゃぴゃ。まあラフに描いているようなところはラフに描いていいと思うんですよ。そのなんかね硬くなりすぎてねおもんなくなってしまうこともありますから。でまあこのぐらいになったらちょっと、少しですねぐっとこう引き締めるような仕事みたいなのが入ってきていいかなと。もうそれでもだいぶ入ってるんですけど、もたりします。ちょっと細い目の筆とかを適当に用意するんですが、この間旅行ったので筆が全く見えてない。よいしょ。もうなんか38票ちょっとピアノ以降なのかね、わかる。そうだよね、やっぱりそこよね。写真がねちょっと弱いですよね、かなりっていうかね。これねやらんかったらごめんなさいね。いやその方写真送ってくださったんですけど、ちょっと写真が弱すぎてね、僕の中では弱いって。本当こうピントがね、ピントっていうか解像度がだいぶ悪かったんで、なかなかねで描くのは困難やなと思いながら思ってたんですけどね。やっぱりねどうしてもねこういう仕事は
ピントやら解像度やらの問題というのがすごくこうありますのでね、もうちょっとこう拡大してお見せしようかなと思いますけど、横からのあれ一回も今日やるの忘れた。だいぶずれてるなこっちの方でちょっとやってみようか。ピントが合ってるかわからん。少しね、よいしょ。やっぱり最後は老眼おじさんが多分こう画像のやり取りを1クッション2クッション置いてより荒くなっていってるんやと思うんですよね。だから直接もしかして送ってもらうっていうすごく素敵な写真だったんですけどね、多分動画のもう12時か。今日僕がちょっと寝坊したんで朝5時ぐらいまで仕事してて、起きたのが9時半とかやったんです、珍しく。風が耳はこう回っていって奥の方にあるからですね、こういうところはもうあんまりこう、書きすぎないというか前に出てきてしまうので、なんか一つ一つのパーツがどの場所にあるかなということをちょっと意識しながらやっていかないと突然こう前にギューッと見えてきたりとかしますので、そういうところはちょっと注意しながらですね、やっていかないといけないかなと思います。よいしょ。あけみさんありがとうございます。クラファンデビューおめでとうございます。ライブチャットしてると元気が出ます。そうお先なめたそうライブ配信とかコメント全然もう皆さんね、アウトプットってめっちゃ大事ですよ。もうそれはオンラインでも僕は言えると思いますので、アウトプットってめっちゃ大事だと思います。本当にこうなんかね、今いろんな問題が日本は起こってきてますけど、やっぱコミュニケーションというのは一つのこうねあれやと思いますので、こう別にこうオンラインでもコミュニケーションやと思いますしね、ご家族の方とかねもういいですし、ご家族がちょっと離れて暮らしているという方とかにとっては単にねここでペラペラ喋ればいいんじゃないかなと思いますよもう皆さんの状況よく分かってないしね、年齢も僕もよく分かってないからどんな感じなんか分からないですけどね、僕の YouTube は中高年いろいろ見てます。全然もうね、若い人も見てんのかどうか、若い人コメントくれ、若い人0人説。こんな感じでですね、ちょっとこう大事なポイントを押さえながらですね、描き込みずんとこう大きなね作りを作ったことによってやっぱりこう楽ですよね。あとはね、なんかね
ちょっと白を入れたようなものでちょっとグレートーン作るような気持ちで、描いていったりですね。ピアノになっちゃうわな。ピアノになっちゃうわな。そうよね。僕のちょっと今、写真が弱いんだよな。なんかいい描き方ができたらええかなと思いながら。ちょっと考えさせてくださいね。すごい素敵な写真を送ってきてくれたんですけどね、ちょっと甘いんですよね。言い訳を先にやっておくというこの最低なね、もうねこれで書けなかった時もね、ちょっとねと言いながらね逃げるというね最低な人間ですよね。よいしょ。でこうやってちょっと密度上げてってますよ。優しそうな人柄まで伝わってきますよね。なんかね、写真がですか、僕の映画ですか僕の映画ですか、どうなんですかね、ちょっとわからんけど。よいしょ。まあこうね、目がなんか何色のがあれかな。ああいうのすごくいいですよね。本当にこういろんなね皆さんのコメント本当こう勉強になりますよね。よいしょ。というアンケートはまた終わった後僕見ますのでね。絵ですね。絵が優しい人柄になってますってこと。ありがとうございます。ゆきゆきさんもこんにちは。ゆきゆきさんなんかもドイツのね、なんかまたちょっとそんなん言うた忙しい時にね、ドイツなんかね、今度はちょっと若い人送ってきてほしいよね。またね、ドイツ系の若いお友達とかがいたら、こんな風に写真を載せてよくてあれっていう方いたら、もうなんかね、ゆきゆきさんゆきゆきさん自身でもいいんですよ、全然ね。特にねドイツのでもこの間の、スウェーデンのひなさんからのやつやったらドイツの人いましたよね。確かベーシストかなんかドイツ人ですって確か書いてあった気がするんですけどね。楽しい。もう千恵さんの鬼好評出てました。今日あたり出てた。なんか時間設定間違えたやつもありましたね。ごめんなさいね。夜中12時に配信になったやつもあったかもしれんで。なんか Wi-Fi がすごい弱かったんですよね。なんかね。でもこれぐらいになってくるとちょっとね、もう色が乗りにくくなってきます。だからある程度透明水彩の場合はね、もう何層かって、2層3層って決めてやっていかんとちょっと絵の具自身が乗りにくくなってくるので、その辺とかっていうのもこうなんか計算に入れながらじゃないけどもやっていかないとあかんかなというふうに思います。私もピアノ写真あったよなそれ確認しとかんと。確かあったよな、あるかな。確かね、確かあったような、あったような、あったような、いけるかな。
質問あったらしてくださいね。もうすぐ終わります。すいません、長なりましたが、ちょっと今日はですね、すみません、3日連続で、やれたらなというふうに思いながら思っております。理由は、あれですね、西房先生の宣伝をさせてもらえたらなと思ってですね。以上。QR コードぜひぜひこれ読み取って、そのページに行っていただければと思います。ちょっとね、こう柔らかくこうしていくところは柔らかくして、もう気持ち硬い激落ちくん、激落ちくんのこう本物、100円ショップやから本物じゃないというと変やけど、本物っていうかホームセンターでしっかり売ってるようなやつの方がもうちょっと硬いかもしれないね。よいしょ。よいしょという感じでございました。ここのこうとこね、少し明るくしてもええかなと。よいしょ。ぴょん。稜線と反射光みたいな感じで、こういったところもこう少しね、反射光みたいな感じでぴょんとねしてあげてもええかなというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。こんな感じで、最後ちょっとネチやっていくんですけど、そういうところしっかり見せろという、お叱りも受けますのでほんまに書けんのかとか言われることもありますので、多分古典とか来てくれたらね、書けはんねやなって気づくと思いますのでね、そういうコメントもあります。よいしょ。ね、このジャラジャラとこうね、野球選手がつけそうな感じですね。日本のベースボールプレーヤーがこうジャラジャラつけてますよね。外国人つけるとかっこいいですよね。日本人はなんかあんま僕だけかな、あんまかっこいいと思わへんねんけどな、僕だけかな、多分ね、僕だけなんでしょうね。だいたいこうなんか田舎の中学生がね、なぜかつけるというね、僕も一瞬つけて、こんな今思えば恥ずかしいんやなというよいしょ、これだけごっついから似合うというところありますもんね。という感じでございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。すいません、長なったでしょうけど1時間半ぐらいやったんちゃう。体感1回も見てませんが、まだ1時間18分か。ありがとうございました。わかりました。知り合い探してみます。夫は若くないんだからな。この方の旦那さんも確か書いてますよ。この方というか、これ送ってくださったね。確かね、違いました。機会あったらですね、ドイツ系の。ちょっとなかなか忙しすぎて、動画も山ほど、上げてないのがあるので、すぐ作れるかどうか。ごめんなさい、そんなね、くれとか言うといてね。あれですけども。13本ぐらいなんかね、溜まってるんですよ。ちょっとね。ありがとうございました。アンケートの結果は一応、ピアノと、朝焼けのベネチアが今いい勝負をしておりますが、これをそのままやるとは僕一言も確か言うてないと思いますので、上位2作をやると言いましたっけ詐欺だって言ってね、怒ってるかもしれませんけど、一応参考にはさせていただこうとは思ってます。参考にはさせていただいて、もうね、これだけやっていろいろ動画作ってればね、ある程度一通りのことはやってきてますからね、皆さんもね、優しい視聴者の皆さんでございます。質問。トシさん、クラファンはね、そう2つのコースです。一つは絵はがき、
というか、ポストカードですね。なんか、こう、はがき ?DM みたいな感じ、ポストカードがいただけるというコースが1万円。で、3万円は直筆の、はがきが届くというコースでございます。まあね、もう本当に実際自身が被災されているわけやから、ね、なかなかこう、それも大変やと思いますんで、ね、僕は、でもそれでも一応、直筆のコース、僕はいいですって言うてるんで、本当にいいですよ、もう。いいですよ、もう、というか、もうそういう人がもっと、そういうコースもあってええと思ったんですけどね、こう、お返しなしコースみたいなの、それ作られてもよかったのになと思ったんですけど、僕はいいですっていうふうには言うたんですけど、ちゃんとされてる先生から送ってきはるんちゃうかなと。まあ、ピアさん、320円、ありがとうございます。すみません。いや、こちらこそ、ね、もう本当、久しぶりにあれできて、会話できて楽しかったですよ。よいよ。ビューと。ありがとうございました。丸ないですか？どうですか？ウッドフタブさん、OK？ OK とか言って、ありがとうございました。ピアノを弾く女性が37票ということで、できるかどうか。このサイズに描くからね、こうね、顔がこのぐらいのサイズやったりするからね、まあ、ぐちぐち言ってます。ぐちぐち言ってます。面白かったですか？赤坂さん、残念、終わります。残念、終わりますって言ってね。ということで、こんな感じで、今日はですね、ファブリアーノという紙に描きました。1時間ちょっと。で、まあ、初めちょっとこう、終わり際に来ましたと。そう、お返しを送るのも、まあでも、はがきやったらば、まあ、絵はがきやったら、もうダイレクトで送りやんねやろなと思って、だからそういうのもなんかもね、なんかこう、一緒に協力、近かったら一緒に協力できたらなというふうに思うんですけども、ちょっと最後、申し訳ございません。もう一度最後に、ちょっと宣伝させてください。西浦浩二先生、がですね、今ちょっと、ご自宅の方がですね、あれされて、お寺の方ですね、被災されてしまったということで、今クラウドファンディングをやっております。でこれをね、スマートフォン、のこういうキャメラ機能ありますよね。それをかざすとここの画面に行くこれをすぐ押せこれカッチいった行くんです。2万円増えた。行くんです。そしてここをずっと行くと下の方行くとこういう経緯で、クラウドファンディングをしておりますという自分の18代目ということで、下の方へ行くとここに返礼品というのがあって、1万円のコースやったらば、これは1万円の方にはこの画像のような絵はがきが5枚、送られてきますよということでございます。で今77人の方支援していただいていると。でもう一つは、3万円のコースですね。プラスシステム利用料が220円だったかなと思いますけど、が27人今支援していただいて、これが直筆の水彩画が届くということで、めちゃくちゃすごい水彩上手なのでですね、ぜひぜひ、参考に夫に送ってみていいですか？参考までに夫。いいですよ、いいです。送ってください。よかったらね、LINE のね、LINE されますゆきゆきさん。LINE とかの方が楽やから。とりあえずまずメールで送ってください。ということでございました。Good! こちらを書いたということです。クラウドファンディング、よかったら皆さんね、ご協力いただけるという方。そしたらね、先生にここにね、ズームかなんかでこう対談とか、いつかライブ配信対談とかやりたいなと。ね、こんな風に僕みたいにこう瞬時にコメントを読んでできやんかもしらんけどね、そういう練習とかしてですね、できればなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ということで、一応明日明後日もこの宣伝企画というわけではございませんが、明日もしかして何か分かりませんが、やろうと思います。いつか分かりませんが。ということで終わります。終了。お疲れ様でした。